苫小牧フェリーターミナル行きでございます。はいどうも、ぐちおののばろ旅チャンネルへようこそ。というわけで、札幌駅から苫小牧フェリーターミナル行きのバスに乗車しています。この動画では太平洋フェリー石狩ロイヤルスイート最上級クラスの客室ですね、そちらの紹介をしていきます。苫小牧から仙台を経由して名古屋に至る日本最長距離フェリー、片道40時間もかかる旅となっております。ただですね、ちょうどこの時台風16号がですね、太平洋を突っ切るというね、まさかの事態が発生しまして、フェリーはね、ギリギリの運航でした。本当ね、せっかくのロイヤルスイートの旅だったのでね、本当にね、運航してくれたことには感謝しているんですけれども、とにかくね、あれがひどすぎて、あれはね、この後紹介しますけれどもね、太平洋フェリーがね、台風が来てる時にね、乗船するとね、こういうことになるんだってところをね、お見せできればなと思っておりますので、ぜひ動画最後までご視聴よろしくお願いいたします。というわけで、バスは札幌から約2時間かけて苫小牧フェリーターミナルに到着。あちらにフェリーが見えますね。多分右側が石狩だったと思います。ちょっとあんま覚えてないですけど。はい、じゃあお疲れ様でした。どうも。こちらが苫小牧フェリーターミナルのバス停。苫小牧は日本有数のフェリーの発着場となってまして、市内にはですね、フェリーが発着する港が2つあるんですよね。こちらが苫小牧駅から近い苫小牧フェリーターミナルでして、太平洋フェリーや大洗行きのね、フェリーなどがね、発着する場所となっております。もう一つ、苫小牧東港にもね、フェリーの発着場がありまして、そちらは福井県の敦賀まで行く新日本海フェリーの発着するターミナルとなっております。こちらのチェックインカウンターっていうんでしょうか。こちらでチケットを発券完了しました。乗船口は2階となっております。スタッフの方にね、今日の高波予想2メートルと言われまして、遅れる可能性もあるというふうに、脅されてしまいました。先ほどのあれとは揺れのことになるんですが、この時はね、どんな揺れになるのか本当にビクビクしてましたね。苫小牧フェリーターミナルの建物は結構新しくて、おしゃれなカフェや北海道土産が買えるお土産屋さんなんかもありました。コンビニエンスストアもありますね。こちらが北海道土産が買えるお土産屋さんです。結構椅子の数も多いんですよね。空港のターミナルにいるような感覚になりました。というわけで2番乗船口からいよいよ石狩に乗船していきます。ちゃんとね、台風の影響で遅れますというふうにお知らせがされていました。こちらが今回乗船する太平洋フェリー石狩ですね。2011年に就航した3代目で、全長はなんと200メートルもある巨大な船となっています。最上級のロイヤルスイートは石狩には1室しかありません。601号室ですね。こちらの奥にその601号室ロイヤルスイートがあります。そして着きました。601号室ロイヤルスイート。部屋の鍵はカードタイプとなっています。やばまず目に入ったのはこちらの飾り。北海道の昆布をイメージしてるんですかね。そしてこちらがロイヤルスイートのリビングルーム。テレビもこんなに立派で大きいものがあります。こちらはソファー、絵もありますね。リビングルームの隣にはベッドがある客室があります。2部屋で構成されているのがロイヤルスイート。本当にゴージャスな部屋です。洗面台はこんな感じ。そしてこちらがお風呂。ちゃんと広めのバスタブもあるんですよね。さすがです。奥は窓になってるんですが、夜は閉めないといけません。トイレもちゃんとトイレットペーパーが2つあって、しっかりとウォシュレットもついてます。ロイヤルスイートの客室にはこのように船長からのメッセージカードもあって、粋なサービスです。コーヒー好きの僕にとって何より嬉しかったのは、ドリップコーヒーが4つあったことですね。こちらの引き出しを開けるとグラスも入ってます。氷はインフォメーションカウンターから入手できます。ここの扉なんだろうと思って開けてみたら、中には冷蔵庫が入ってました。買ってきたお酒をね、キンキンに冷やしておけるんでありがたいです。
こちらは洗面台ではなく化粧台となっております。女性にとってはありがたいですよね。雨がすでに強まってたんですけれども、出港のシーンは展望デッキから見ようということで来てみました。展望デッキから苫小牧港を一望しています。日本有数の港町苫小牧のフェリーターミナル、立派な港であることがよくわかります。さすがにこの天気なので風が強いですね。太平洋フェリーしかり無事に出港しました。苫小牧西港を現在離れて、これから最初の寄港地である仙台へ向かうところですね。2、30メーターぐらいの高さはあると思います。結構高いです。こちらは大洗行きのサンフラワーですね。デッキの海側に来てみました。風がめちゃめちゃ強い。やばい。いや、さすがこちらは海風なのでかなり風強いですね。あちら側に工場地帯苫小牧の工場があります。石狩はエーゲ海をイメージしているそうで、こちらのような作りとなっております。青と白のエーゲ海色ということでしょうか。ちなみにこちらはエレベーターですね。デッキが下から5、真ん中が6、そして今僕がいるのが7階ですね。展望デッキは7階にあります。出港するとすぐに最初の食事の時間になるので、6階のデッキに行ってご飯を食べに行きます。こちらが石狩の中にあるレストランサントリーニです。乗船券と一緒に渡される食事券をあちらのボックスに入れてご飯が食べれます。お金は別途かかるんですが、生ビールの自動サーバーもあります。ホットコーヒー、お茶、スープ、ドリンクバーは食事券の中に含まれているので追加料金は不要です。レストランはバイキング形式となってて、本当にたくさんの種類のね、食事が楽しめます。ジャンボフランクとかね、大分風の鶏天とか、あとこちらはクリームチーズのカップケーキ。まだまだこんなもんじゃないですよ。食事これだけたくさんあります。ムール貝のワイン蒸しなんかね、かなり豪華ですよね。もうメニューがありすぎるんで全部食べようとか絶対に思わない方がいいです。もうデブの元でしかないんでね。サラダも取り放題なので健康に気を使っている方にも嬉しいですね。そしてこちらにはアイスクリーム、味噌汁とご飯のコーナー、カレーはいつも食べれました。ご飯だけでなくパンや麺も楽しめます。こちらがレストランサントリーニの中の様子。青い空間がとても落ち着きます。さすがはロイヤルスイート、毎回の食事で専用席が用意されてます。この時の一押しメニューはカツオのたたきのカルパッチョでした。食事を終えた後はデザート。夜でもこういう時はコーヒー飲んじゃいます。船内にある売店は営業時間が細かく決められています。営業時間内を狙っていかないといけません。店内はしっかりとエーゲ海仕様になっております。売店の中では北海道や中部、東北のお土産を買うことができます。3地域のお土産が集まっているのはとても太平洋フェリーらしいですよね。加えて売店の中はお酒も充実。のんべえにはたまんねえ。
太平洋フェリー限定のブランドのワインや焼酎、そしてトカップワインなども置いてあります。ただいま出港から2時間ぐらい経っておりますが、結構揺れが激しくなってきました。揺れは縦揺れですね。波が結構激しいのかもしれません。すごい揺れる。40時間の船旅、基本的には暇な時間が多いです。この辺で船内を散策してみたいと思います。こちらは6デッキにあるスタンドヨットクラブ。広々とした空間にグランドピアノが置いてありますね。スタンドヨットクラブでは軽食を食べることもできます。皆さん思い思いの時間を過ごされておりました。ヨットクラブの奥の通路は特徴的なインテリアが印象的でした。こちらは揺れても倒れないように設計されているんだと思います。先ほどの通路をさらに進むとミコノスというシアターラウンジがあります。この日は映画上映が実施されてました。シアターラウンジの中はこんな感じ。本来はアーティストによる演奏とかもされてるみたいなんですけど、現在はコロナウイルスの関係により実施されてはいません。先ほど紹介した売店に戻ってきました。こちらは5デッキにあります。そして売店の隣には自動販売機のコーナー。エントランスホールにあるモニターでは船の運航状況を確認できます。この時は苫小牧沖を時速約25キロで走行していました。そしてこちらが大浴場ですね。奥には給湯室もあります。マッサージチェアに、なんと船の中にはゲームセンターまで。有料のコインランドリーは5デッキの客室通路にあります。洗剤もこちらで買えます。窓越しに外の様子を見ておりますが、だいぶ荒れてきてるような感じがしますね。船の揺れがひどすぎて、このように湯船に溜めたお湯がゆらゆら揺れてました。いや、ほんとね、なかなかこんな光景は見れないと思います。窓のカバーも、横に揺れてますね。トイレのドアに関しては完全に閉じてないと、このようにね、揺れで開いたり閉じたりというね、そんな状況でした。明日の本番の揺れに備えて今日は早めに寝ます。それではおやすみなさい。おはようございます。現在、2021年10月2日土曜日朝8時40分です。苫小牧から発車した太平洋フェリーしかりですね。現在宮城県気仙沼市の沖合を走行中とのことです。定刻より2時間遅れですね。仙台港入港予定が、2時間遅れの12時を予定しているとのことです。ご覧の通り波がまだまだ高い状況ですが、今朝の明け方ですね、4時5時ぐらいが一番波が高くて、その間寝てたんですが、揺れによってところどころ落ちてしまうような、そういった状況でした。波は比較的落ち着いてきましたが、まだまだ高い状況ですね。ご覧の通り、船はこの波のせいで、思ったより速度が出せてないという状況となっております。ただ天気が晴れてきたんで、今後波は落ち着いてくると思います。台風はもう多分過ぎてる状況ですかね。なので今後の船の運航の心配はさほどないと思われます。ということで、朝食がね、朝9時までとなってますので、僕はこれから朝食を食べに行きたいと思います。いや、それにしても晴れてよかった。最初に食事券の紹介をし忘れてたんですが、食事券はこのようになっております。苫小牧から名古屋までは5回分あります。1回目は昨日の夜に使っております。というわけで、高波に揺らされながら朝ごはんをいただきます。朝食だからといって容赦はしてきません。
このようにたくさんの食事のメニューがありました。メニューは豊富ですが、朝ごはんらしいラインナップとなっております。日中は部屋のカーテンを開けれるんで、この辺で開けていきます。おお、素晴らしい眺めですね。船の先頭部分と一緒に広大な太平洋を眺めております。ロイヤルスイートでしか味わえない絶景。このタイミングで気づいたんですが、ここにも扉がありました。中にはハンガーと室内用のサンダルがあります。上には緊急時の救命道具が入ってました。だいぶ収まってはきてましたが、まだ結構波が強かったんで、ソファーで横になってスイッチで遊ぶことぐらいしかやれることがなかったですね。というわけで、定刻より約2時間遅れで仙台港に入港。さすがは東北最大都市の仙台。港もめちゃくちゃ大きいですね。トラックもたくさん停車しています。仙台港は東北の物流の拠点となっております。仙台到着が2時間遅れだったんでね、仙台港に停泊しているこのタイミングで3回目の食事、お昼ご飯をいただきました。3回目の食事もさすがの豊富なラインナップ。ただ正直もうバイキングはもういいかなってこの時点でなってましたね。大海原を見て楽しむ食事もいいですが、フェリーから続々と出てくるトラックを眺めながらの食事も悪くないもんです。仙台で下船する人、そして乗船する人がいるので、この時間帯に部屋の掃除も行われておりました。船内には Wi-Fi もあります。なかなかのスピード。ロイヤルスイートから仙台の街並みを眺めながらの作業、至高です。仙台港停泊中にわずかながら仙台のターミナルを見れる機会があったので、行ってみることにしました。こちらが仙台港フェリーターミナルの中。苫小牧のフェリーターミナルと比べると中は古めな印象ですね。仙台港から乗船する際は1階にあるこちらのカウンターから乗船の手続きができます。ターミナルの外観はこんな感じ。仙台駅や多賀城駅に行くバス乗り場はこちらにあります。東日本大震災の際に津波が到達した高さが表示されておりました。この高さだと1階は丸々埋まってしまったんじゃないですかね。本当に悲惨な状況だったんですね。というわけで再び石狩の船内に戻ります。こちらが再乗船する名古屋行きの石狩ですね。ロイヤルスイートの客室はあちらの真ん中の窓らへんですね。先頭となってます。台風による遅延の影響で仙台港出港は1時間30分遅れとなりました。仙台港、巨大なクレーンがたくさんあって、コンテナもたくさん積まれておりました。さすがは東北最大の経済都市。太平洋フェリー石狩ロイヤルスイートからグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ちなみにめちゃくちゃ揺れております。揺れる、やばい揺れる。グワンガンしてます。仙台を出港して3時間程度、福島県の沖合を進んでおります。日も暮れてきました。この後大浴場へ行きます。
大浴場は眺めがいいので、暗くなる前に入りたいなと思います。というわけでやってきました大浴場。よく見たらのれんが古代ギリシャの男ですね。一風呂浴びてさっぱりしたんで夜ご飯いただきます。4回目のバイキング、さすがに食いすぎかな。外は完全に暗くなりましたね。この時は茨城県沖を確か走行していたと思います。いよいよ明日名古屋に着く予定です。それではおやすみなさい。おはようございます。現在10月3日8時過ぎになります。寝起きです。現在愛知県の、あちら見えますのが、渥美半島の伊良湖岬ですね。もうだいぶ名古屋に近づいてまいりました。はい、波はだいぶ穏やかで、船の揺れはもうほとんどありません。船屋の心配もないですね。いやー、だいぶ経ちましたね。苫小牧出港から今、ちょうど、何時間だ、37時間ぐらい経っているとこでしょうか。名古屋快晴ですね。今日素晴らしい。あともう船の旅も、数時間といったところですが、ロイヤルスイート最後まで楽しみたいと思います。船の進行方向の景色はこんな感じですね。こういった景色、楽しめるのもロイヤルスイートの醍醐味ですが、もう残りわずかとなってしまいました。はい、最後まで楽しみたいと思います。波も穏やかになったんでね、朝風呂楽しみたいと思います。朝は遮光カーテンなしでお風呂を楽しめるので、ロイヤルスイートを利用された際はこちらで朝風呂浴びてください。マジで最高の朝風呂になります。というわけで最後の朝食バイキングをいただきたいと思います。なんだかんだ最後になってくるとね、しっかりいただこうかなって気持ちになっちゃいますよね。台風一過の美しい天気のもと食べる朝ごはん、最高です。あちら奥に中部国際空港が見えますね。名古屋港に入港しております。もうすぐで名古屋到着ですね。名古屋の工業地帯、煙突がたくさんあって煙がもくもくしております。そしてその奥、橋が見えますね。あの奥が名古屋でしょうか。お客様にご案内申し上げます。この度は太平洋フェリー石狩に無動線とございまして誠にありがとうございました。本線はあと30分ほどで名古屋港に着岸予定でございます。なお下船の際、お部屋の扉は開けたまま出てくださいますようお願い申し上げます。最後にこちらのカードキー返却ボックスにルームキーを返却して下船となります。というわけで無事に名古屋に到着しました。途中ね、台風16号が釣ってるというアクシデントがあって、本当にね、揺れもひどかったんですけれども、
幸い船酔いには強かったんで、体調を崩すことなく無事に到着することができました。いや、念願のロイヤルスイート、本当に素晴らしかったです。苫小牧から名古屋までロイヤルスイートだと片道6万円以上するんですけれども、移動費と宿泊費と5回の食事が全てセットってことを考えるとね、まあそんなに悪くない値段なんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、機会がありましたらロイヤルスイートでの船旅楽しんでみてください。こちらが名古屋港フェリー埠頭のターミナルの中はね、かなり綺麗でした。動画の最後には名古屋港の景色をお届けいたします。こうして見ると石狩の大きさがすごくよくわかります。中部地方の物流のハブである名古屋港、近くにはレゴランドや名古屋港水族館があります。というわけで今回の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。